中島志保、ソウルのおやつ時々ご飯。キョンボックンの駅を出てバスに乗ります。徐々に景色が穏やかになってきた頃、ソチョンと呼ばれるエリアの一角にそのお店は現れます。トーステッドクラブは2025年11月にオープンしたサンドイッチのお店。渡韓の旅に通っている大好きなお店です。ここ数年、韓国のパンのクオリティがどんどん上がっていることを感じているのですが、材料の質や職人さんの技術はどの店も一定の水準を保ち、今はさらに次の段階に来ているように思います。以前はあまり見かけなかったサワードゥのパンを提供する店が増えているのも特徴で、おそらくタルティーンベーカリーの登場が大きかったのではと友人は教えてくれました。そぼろパンなど懐かしい素朴な韓国のパンも大好きですが、一方でシンプルな生地を味わうお店が増えたことで、朝ごはんの選択肢がさらに増えたように思います。話が少しそれてしまいましたが、早速トーステッドクラブを紹介したいと思います。ガラス張りの店内を入ると、まず温かみのあるすっきりとしたインテリアに目が留まります。可愛らしいイラストの器は店主さんが作られたもの。私は遅めの朝ごはんをいただくことが多いので、大抵はモーニングプレートを出しています。プレートには温かくリベイクされたパンに薄くスライスしたジャンボン、グリーンオリーブ、濃厚な蜂蜜が添えられたリコッタチーズと、歯ごたえが楽しい甘いピスタチオクリーム。まずは香ばしいパンをそのままちぎって味わい、その後は好みの具をディップしたりサンドしながら食べています。季節替わりのスープも必ずオーダーしていて、コーンやトマトなどの旬の味わいがぎゅっと詰まったスープにパンをディップして食べるのもおすすめです。ソウルにサンドイッチのお店はたくさんありますが、トーステッドクラブが私にとって特別なのは、料理だけでなくインテリア、ホスピタリティ、すべてが合わさって生まれる心地よさにあります。カウンターに座って外を眺めながら過ごしていると、まるで自分がソウルの景色の一部になれたような、なんだかくすぐったい嬉しさを感じます。トーステッドクラブの店主はイ・ヨンジュさんとキム・インヨプさんのお二人、スタッフさんもいらっしゃいます。もともと IT のマーケティングのお仕事を長くしていたヨンジュさんはお料理が好きで、趣味でサワードゥなどのパンを焼いたりしていたそうです。将来について考えるようになった時、料理に関わる仕事がしたいと思い、同じような思いを抱いていたインヨプさんと共にお店をオープンすることを決めました。2人でお店を始める前に訪れたイタリアで出会ったのが、このトーステッドクラブの象徴ともいえるスキアッチャータというパン。もともとはサワードゥのサンドイッチのパンをやりたいと思っていたそうですが、フォカッチャよりも少し薄く、パリッとした香ばしいクラムともちもちとした歯ごたえが特徴のスキアッチャータに魅力を感じ、このパンを作りたいと思ったそうです。ソチョンの中心部から少し離れているので、ここまで来てくれるお客様に感謝の気持ちを込めて、できるだけ丁寧に挨拶やサービスをしたいと思っている、そう話すお二人。初めてお店を訪ねた時、私の拙い韓国語を理解しようと、インヨプさんがとても親切にしてくださったことが忘れられません。その紳士で柔らかな接客に癒されて、また訪ねるお客様もきっと多いのだろうと想像しました。日本の方にもたくさん来てほしいとおっしゃっていたので、ぜひソチョンを散策する際は足を伸ばしてみてくださいね。ソウルのおやつ時々ご飯。次もまた美味しいお店をご紹介します。